空気の他になんとなくこの、周りにこう暖かい空気があるような気がするんです。それで、まあいろいろ友達の話聞いてみますと、ノモンハン事件などで、捕虜になった人が、兵隊がいるんですね。で、そういう人に時には会うことあるって言うんです。僕はまあ一度も会ったことないけど、あれは確かに日本人だってこう言うんですね。そういう人がまあ見守ってくれたんかもしれないんですけどね。絶対に日本語を口聞かないって言うんです。で、まあ、そういうこともあり得るなと、僕の兵隊自分にも、まあ、ちょっと日本には捕虜になれば帰れないということはまあ、そういうことだったもんですから、まあ、日本人ということを言わないんだろうと思いますけれども、帰ってまいりまして、まあ、多少は、ソ連の話も知りたいと思いましたので、いつぞや松下京子っていう、安子さんですか、松下安子さんという方の、子供のモスクワというのを買って、読みましたが、やはりそういう捕虜になって、それからソ連人にもなりきった人もいるんですね。まあそういう人に巡り合った話、その人と一緒に仕事をしたという話がありましたが、なるほどなと、なるほどな、どういうなるほどなかわかりませんけれども、本を見ましてから、まあ、テープレコーダーにこういうことも吹き込んでみようと、こういうふうに思ったわけです。子供の持ってた本にイワン・デニーソビッチの一日というのがありました。これはアジン・ジェーニー・イワン・デニーソビッチとこういうふうな表題ですけれども、これを感激して見たものです。出てくるまあ人たちも我々が収容所にいた時と同じような人たちで、しかもこの人たちがいたかもしれなかった古い昔作られた収容所におりましたので、感激して、なるほどなと思って読んだものです。またその軍曹と言いますと、サージャンって我々言ってましたけども、兵隊の中で軍曹にもなりますと、叩き上げの人ですから、初年兵から古い兵隊、何でもこの兵隊に関するいいこと悪いことは全部知ってる人です。だから、ここに出てくるようないいサージャンだったら、まあ性質は非常にいい人なんだろうと思います。悪くなりますと、軍曹くらいになりますと、本当に悪くて、我々の裏を随分書いたものなんですけれども、まあ、いくら芸術的な作品といっても、それでニッチェンツインっていう人は、この人は必ずソ連でやられるなと思いました。もうことを細かに書いてありますし、それがなんと、読んでからしばらく経ちまして、ソ連で問題になりまして、反体制作家として、それで、一旦は英国へ渡ったんでしょうけれども、それからスイスへ移って、親子で、無事にスイスへ移って、亡命生活を送っているようですが、ちょうど我々の違いというのは、異民族であったり、食べ物は、彼らとは、食べ物の料理の仕方が違ってるだけで、大して違いないです。
例えばそのサージャンにしても本当に悪いやつで、僕はバーニアの刺激をしたときに、その人の背中を一回洗っただけです。悪いやつですから、もう意地悪で、文句ばっかり言ってます。そうして、この塩爆、それから油、その他のものをこの計量するときにですね、もう我々の見てる前で、はかりの上へ足かけてパッとこうかけましてね、ちょうどこれでいいんだと、こういうふうに言うわけです。それとか、まあ寒いところですから、砂糖なんかに水をかけても量が増えるだけで別に固まるだけで、砂糖としての、機能は変わりありませんので、水をかけたりですね、それから少しこの我々の分を召し上げたり、こんな風なことばかりやってるサージャンがいました。まあこういう悪いやつにかかりますと、もうそれでについんじゃありませんが、本当にやりきれなくなったもんです。前にもちょっとお話ししましたけれども、5列渋滞に並びまして、うまくこう数えられればいいんですけど、彼らうまく数えられませんで、何回も繰り返して、寒いところを突っ立ってたところなんかはもう本当にこのイワンの一日と同じです。こういうことを我々はやはり帰るまで、続けたわけです。まあ、それから体温を測るところもありますけれども、彼らの前にも話しましたが、彼らの病気の一番重点と置くのはやはり他には見ようがないんでしょう。やはりろくな医者がいないんですから、熱だけ見て、これは働いてもいい、これは働かなきゃなんない、こんな風なこと、それから下痢したこと、下痢すれば便所へ行けばわかりますから、監視してるわけです。まあそんな風に、それから不審板、これは小便当番というのがありました。そして小便が出たくなるものですから桶を置いといて、これはもう日本の人たち兵隊が誰でも夜中に一度か二度は必ず小便に起きるわけです。それが桶に外へ出られませんから、桶にも溜まってくるわけですね。じゃあそれを不審番が捨てに行くわけです。こんな風なことも同じですね。全部。いつか食品倉庫へ、働きに行った時に中へ入って、その様子を見たんですけども、たくさん白米がありました。で、それは持ってくれば、見つかればたちまちひどい目に遭いますので持ってこなかったんですけれども、それいつもその食品倉庫、すなわちベヘースっていうところへ働きに行ってた人が、米があったぜって言いましたら、奴らも米はとても大切にしてるんだよっていう、こういう話です。で、どういうふうに食べるのかって言いますと、4つ割りにいたしまして、それをカーシや粥にしてね、そして食べるんだって、彼らのとてもすごい好物だったっていう、好物なんだということを聞きました。そのベヘースへ行ってる友達なんていうのはもう
まあ何かしら我々と違って食べられるわけですね。で、労働ももちろん激しいもんですから、食べられたり、労働したりするんで、まあ我々の仲間のうちでは一番威勢が良くて、そして、元気でした。その人はよく働いたというので、割とラゲルの中では早く枯れた口だと思います。僕なんかは働きすぎて痩せたということで帰りましたけど、その人たちはよく働いたということで、早く帰っていくことができたと、こんな風なことは、噂に流れました。僕の初めにいた収容所は、電気がわずかです。で、我々のところにはとてもその電気がいつかつけてもらいましたけども、つきません。それで、どのくらいの電力かなと思って見たんですけども、細い電信柱に直径3ミリくらいの電線が2本あっただけです。それで、仕方がないので、ケロシンと言いまして、石油ですが、それに火をつけて、そして、火にして、電気代わりにしたんです。その他には、松ヤニのなりたけついた細い松を細く切りまして、そしてそれを一晩中燃やして、明かりを取りましたけれども、朝起きてみたらみんな顔が、真っ黒になってまして、大笑いしたことがあります。で、私は材木を切りに行った時に、材木置き場に、松の板がありまして、その松の板に矢羽のような傷が斜めについているんですね。両側からつって、それは何にしてるんかと思っていましたら、それは松の松ヤニを取った跡です。それを記念に取ったこともして、しばらく持ってましたけども、とうとうそれをまさか日本へ持って帰るわけにいきませんでしたので、捨ててしまいました。お腹の減ったことは、こんな風なことは、食べるものが楽しみだったんですけれども、お腹が、作業から帰り際にお腹が減っていましたので、下を向いて、元気なく、歩ったんですけども、鉄道線路のそばに、袋に入ったものが置いてあったんです。私それを見つけまして、なんだろうと思って、そっと触ってみましたら、柔らかいですね。それで、開けてみましたら、中に黒パンが、相当大きな黒パンが入ってました。それで、置いた人には悪いですけど、どうせソ連の人だと思いましたんで、地方人でしょうけども、雪に半ばうずもれてましたから、いただいて帰りました。それから悪い癖がついたもんで、帰り際に必ずなんかパンに似たような形の木のくずなんかが、やっぱり製材工場に働いていくんですからあるんですね。それでそれをちょこっと蹴っ飛ばしてみるんですね。で、僕がそんなようなパンを拾ったというような話しましたら、みんなこの真似をしまして、なんかちょうどパンに似たようなやつを何回か雪の中で蹴っ飛ばしていました。それ以後は見つかりませんでした。それからそのサージャンの話たびたび出ますけれども、そのサージャンは悪いことをしたと見えて衛曹に一日入れられました。ただ衛曹は何もなくて寒いんでしょうから、
ペチカもないものないんですから、歌ってガタ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 やってましたけども、しばらく経って、そのサージャンもまた今度は会計の方をごまかしたそうで、いつの間にか我々のラゲから、姿を消してしまいました。あんな風なちょっと缶詰を一つ取ったぐらいでもすごい強制労働者や労働のラーゲルに入れられるんですから、会計ごまかしたらもう相当のこの懲役にやられるんじゃないかと思いまして、こんな厳しいところでそんなことをやるのはよほど辛かったのか、悪いやつなのか、ですね。やっぱりそういうのがソ連でも多かったんじゃないでしょうかね。そんな風なことで、ユアンも随分10年も入れられたんでしょうから、骨を折ったんだと思います。いつぞや石油のついた食べ物を、食わされたことがあります。いやこれには参りましたね。食べますとゲップが出ましてね。そしてガソリン臭い、石油臭い、ゲップが出るんです。これいくら捕虜でもこれだけはちょっと、我慢できませんでした。それで随分文句言ったんですけども、1、2回食わせられましたが、食い物のあれですね、恨みっていうのは恐ろしいんで、いつまでもそれを覚えてます。それから塩爆のもみをよく取ってないものが支給されたことがありました。これ人を畑にどのくらいその塩爆のもみがくっついてるかと思いまして、それをきれいに一つずつ取って中身は食べて、その殻のもみだけは残して数えてみましたけども、初めは30いくつとか40くらいありましたかね。初めのうちは、数えましたけれども、しまいにはもう数えるのは億劫に嫌になりまして、とうとう最後まではやりませんでした。噂に聞きますと、日本の兵隊が死にますが、それを解剖してみますと、腸の中にそれこそたくさんもみが残っていたと、こんなふうなことを聞きました。また塩爆のその飯に時々灰が入っていることがありました。それでどんな状態かと思って見に行きましたら、そうですね、炊き上がったものをバケツのようなものに、昔も、軍隊の時もそうですけれども、この、バケツの中に入れておくわけです。ずっと並べてありましたが、それにもうそれこそ真っ黒に上に灰がついていました。それでそれが問題になりまして、もうちょっと衛生に気をつけろっていうことになりまして、その次はどうかなと思ってまた見に行きましたら、今度は三角な布でよく昆虫採取やるときに三角の袋を作りますね。あれで上をパッとやって、そして灰を取っていました。これにもやらないよりはいいでしょうけども、なんか他に工夫はないもんかなと、思ったもんです。それから
じゃがいもの腐ったのも食べさせられたことありました。これは、食べますと、ちょっと匂いがしますね。僕はちょっと匂いがします。これは、ブチルアルコール、高級アルコールに、だと思うんですが、エタノールなら大丈夫でしょうけど、ブチルアルコールではちょっと毒だと思いましたので、盛んに僕は、これは毒だと、こう言い続けました。と僕は思ったんですけども、そんな風なものの臭さを感じたじゃがいもを食べたことはあります。これは毒だからというふうなことを盛んに僕は言ったもんです。それから、塩爆を寝かしておきまして、発酵させて、ちょっと酸っぱくなった飲料水を、飲料水って言いますか、そういうものを、ドロジーと言いましたけれども、それを飲んだことあります。ちょっと、アルコールはないんでしょうけど、ホッとして、割と美味しく食べられました。それで、なかなか作り方が、難しいんだろうと思いますね。細菌が入ってしまうと、うまく発酵しないんじゃないかと思うんです。ある時、僕らがそのドロジーというやつを食べられるんじゃないかと思って、期待して待っておりましたところが、そのドロジーがうまく発酵しないで腐ってしまったという話に聞きましてね、それで随分残念だと思ったことあります。いっそのことを我々にそれを配給してくれれば、なんとか食べる工夫とか飲める工夫ができたんじゃないかと、こういうふうに、重曹でも入れればいいんじゃないかと思ったんですけどもね。炊事班のやること、炊事の人たちがやることですのでね。その工夫もできませんでしたが、それは非常に残念に思いましたね。ソ連の人参は甘くて、シベリアの人参ですか。甘くて、美味しかったです。これは、生で食べるものの最高なんだっていうふうに彼らも言ってましたけども、僕も少し食べて、なるほど、うまいなと思いました。甘いんですね。それから、大豆がありました。大豆の生はちょっと食べてみましたけど、これは食べられませんでした。油臭くて。じゃがいもは生で食べてるうちにえごくてしょうがなかったんですけど、それも慣れますと食べられましたが、大豆だけは生のものはダメです。で、豆かすは油を絞ったもんですね。だから豆かすは新しいものなら割と香ばしくて、これは日本の軍隊時代も食べましたけれども美味しいです。それからもっと美味しいのはトマトを切ってそして、干したものですね。乾燥したもの。それから乾燥したじゃがいも。これは美味しかったです。このじゃがいもをふかしたのかな。美味しかったですね。それからノロの腸だというのを食べたことがありました。今度はノロの腸を食べられるよっていうふうな噂があったもんで期待してたんですけど、ちょっと臭いような感じがして古かったんだろうと思います。もういくらなんでも食べられないと思いましたんで、私は捨ててしまいました。ヤギの腸は随分食べましたが、ヤギの食べ物は割と綺麗なんでしょうかね。よく遊んでましたけども、木の皮を食べてました。そして中から青いのが出てきて、中の緑のやつ、青じゃなくて緑です。緑のものを好んで、食べたようです。柔らかい線もあるんでしょうけれども、ヤギに、羊でしょうね、髪を食うのは。でも、ヤギに髪を食べさせてみましたら結構喜んで食べました。
犬が、もう、いましたけれども、赤犬がいましてね、まあ僕らも、犬がいるって言ってましたけど、素早いやつが、それを、ちょっと、殺してしまいましてね。で、それを雪の下へ置いといたそうです。ずーっと置いといても別に腐らないから、それ食べたらうまかったっていう、こういう話を聞きましたが、私はそれは食べませんでした。極寒、すなわちマローズという時には、まあ、マイナス25度、まあ、働くのにはマイナス25度ぐらいまでは働いたんですけども、それは寒いです。それで、外で働くのはちょっと、調子が悪かったですね。まだそれほど寒くない時には、やはり体温、体から蒸気が出ますので、着てる着物、シャツ、衣服にあります、この繊維に、出てくる繊維についてしまうわけですね。その体温の蒸気が、水分がですね。それで、まあ、それを通り越しますとね、なんか体が動かなくなって透明になるような感じがするんです。物を動かしてもうまく動かないようになりましてね、これは大変ですから、大騒ぎして、どこの、働いてます宿舎の中へ飛び込むんですけれども、それはもう一度焚き火をして何とかして防いでみようと思ったわけです。そしてその寒さに焚き火をやりましたが、その焚いた火が温かみを感じないんですね。だからみんなズボンなんか焼け焦げを作りましてね、それからまたラゲルの中でもとうとうズボンやなんか焼いてしまった、本当に焼いてしまったこの、兵隊がいたそうです。ただその罰のために我々の、収容所の我々の隊長は一晩兵装の中に入れられたそうです。さすがに音はしませんでしたけども、なんか出てこられた時ひどい目にあったっていうのは、随分寒いとこだっていうことを言ったそうです。それの表に対して、まあ僕らは随分我々のために犠牲になってひどい目にあったな、気の毒だったなと思ったんです。相当の年配ですし、それがまあ人情がなくなると言いますか、ある人の表では、普段作業してないんで我々の辛さ知らないんだから、たまには薬なんだっていうような、そんなことを言った人たちもいました。これはまあ何人かだと思いますけれども、まあやはり寒いところに長くいれば常軌を逸したような行動とか言動を取るんじゃないかと、そういうふうに思いますね。まあ我々も何かしらしなければいけない、もう無駄に過ごしちゃうと、そんな風に思って、もしまあ日本へ帰った場合にはどうやってこのバカになっちゃったと思うわけですね。どうやって暮らすんだろうと思うんですけれども、どうしてもそれこそ
一日一日食べることですから、食べることばかりですから、考えることは、妻子もしまいには思わなくなるようになりましたし、それから夢ももう見なくなりました。作業の辛かった日には、物も言わずにみんな寝てしまいましたけれども、少しでも楽な時がありますと、これは食べ物の話で終始しました。それである年取った兵隊はいつもこの座布団のような大きなぼた餅を食べたいっていうんです。それから話が発展しまして、ぼた餅というのは大きさはどうなんだ、おはぎというのはこういうもんだとか、いろいろその甘いもんについてはよく話し合いましたが、また僕はペーチカというのはなかなかこの